こんにちは、川島屋です。この動画ではお米と種麹を使ってご自宅で手軽にできる米麹の作り方を紹介します。米麹に必要な材料は米、アミロースの含有量が多い笹錦や秋田小町がおすすめです。種麹は川島屋にて送料無料でお求めいただけます。蒸し布は100円ショップで手に入ります。保温器はヨーグルティアやクーラーボックスでも可能です。蒸し器がない場合は鍋と蒸しざるでも代用が可能です。蒸しざるは100円ショップで手に入ります。あると便利なものとして温度計、しゃもじ、茶こし、紙皿などがあります。雑菌の繁殖を抑えるため器具はきれいに洗ってから使用しましょう。使用する道具をすべてに普消毒しておくと安心です。米麹作りには全部で10個のステップがあります。ステップ1、お米を洗う。ステップ2、洗米したお米を水につける。ステップ3、洗米したお米の水をよく切る。ステップ4、お米を蒸す。ステップ5、蒸したお米に種麹を振りかける。ステップ6、保温する。ステップ7、発酵し温度が高くなった麹をほぐす。ステップ8、麹の手入れ2回目。ステップ9、麹の手入れ3回目。ステップ10、麹の完成。以上10個のステップで上質な米麹が出来上がります。それでは実際に米麹を作っていきましょう。ステップ1、お米を洗う。お米をよく洗っておきます。お米についたぬかや汚れをしっかり落とします。濁りがなくなるまで 2,3 回ほど洗い水を捨てます。ステップ2、洗米したお米を水につける。きれいな水を米が浸かるまで加えて米を水につけておきます。水につけておく時間は気温にもよりますが、春・秋は6から12時間、夏は3から5時間、冬は15から20時間程度が目安です。雑菌などが入らないようにラップをしておきましょう。夏場など気温が高すぎる時には冷蔵庫の野菜室などに入れて20時間程度置いておいても良いです。ステップ3、洗米したお米の水をよく切る。米をざるにあげて2から4時間程度置いておき、水をしっかりと切ります。ここで水が残っているとお米を蒸した際に蒸し具合にばらつきが出てきてしまい、良い麹に仕上がりません。時間をかけてしっかりと水を切っておきましょう。途中でざるの角度を変えたり、お米を優しく混ぜてあげると全体的にムラなく水が切れます。なお、水を切るためにざるを激しく振るとお米が割れたり粉状のお米ができてしまいます。割れたり粉状になったお米があると蒸し具合にばらつきが出てきてしまい、良い麹に仕上がりません。ざるは振らずに静置させておき、水を切りましょう。ステップ4、お米を蒸す。お米を蒸し布で包み、蒸し器に入れてお米を蒸していきます。できるだけ強い蒸気で蒸し上げるのがポイントです。ここでの蒸し具合が麹の仕上がりを大きく左右します。炊飯器などでお米を炊くと炊き上がったお米の水分量が多すぎてしまい、良い麹に仕上がりません。適度な水分量に抑えた形でお米を仕上げるために、お米を蒸し器に入れて蒸気で蒸すという作業が必要になります。蒸し時間はおおよそ60分程度が目安です。なお、蒸し時間は火力により変化します。
蒸し器がない場合は鍋を使用しましょう。鍋に蒸しざるを敷き、水を入れて蒸していきます。なお、蒸しざるは100円ショップでも手に入ります。良いお米の蒸し具合は、お米を一つまみ取ってみて、ひねり潰すと簡単にひねり餅ができるぐらいです。蒸し終えてもまだ米が硬い、またはお米の水分が足りないようでしたら、再度お米を蒸してください。ステップ5、蒸したお米に種麹を振りかける。お米が蒸し上がったら、清潔なトレイや専用の布巾を広げます。そこに蒸し上がったお米を広げます。ここではやけどに注意をしてください。しゃもじで米を切るように、米表面の水分と熱を飛ばしていきます。温度計でお米の温度を測り、お米の温度が36度から40度程度になったら種麹をまいていきましょう。これを種付けと呼びます。種付けは茶こしを使うと便利です。お米の温度が熱すぎるうちに種麹をまいてしまうと麹菌が死んでしまいます。また、お米がすっかり冷めてしまってから種麹をまいても発酵がうまく進みません。蒸したお米が36度から40度になったタイミングを見計らって素早く種麹を混ぜましょう。なお、全体にまんべんなく種麹を行き渡らせるためには、使用する種麹を数等分し、種麹をまいていきます。種麹をまき、米全体を優しく混ぜるという作業を繰り返すと、うまく種付けができます。種付けが終わったら、お米を素早くひとまとめにして、きれいな布で包み込みます。布で包むときは力を加えて、なるべく小さく丸くなるように包みます。ステップ6、保温する。布に包んだ米を保温器に入れます。保温器にはヨーグルティアやこたつ、クーラーボックスなども利用できます。麹菌の繁殖に最適な温度は32度から36度程度です。この温度を保てるように工夫をしましょう。温度が下がらないように注意をしてください。また、湿度が低いと蒸したお米が乾燥して菌がうまく繁殖しないことがあります。保温器の中が乾燥しているようでしたら、水を入れたコップなどを入れて湿度を高めてください。なお、ヨーグルティアを使用する場合は、蒸し布に包んだ蒸し米をヨーグルティアの容器に入れます。お米が発酵する際に入れる水分が下にたまります。容器の底には紙皿に穴を開けたものを下に置いておきましょう。なお、麹菌の発酵には大量の酸素が必要になります。容器は密封しないようにしてください。ヨーグルティアの内蓋は使用せず、外蓋もずらしてかぶせておきましょう。クーラーボックスを使用する場合は、湯たんぽなどを使用して温度調整をしてみてください。ステップ7、発酵し温度が高くなった麹をほぐす。麹の引き込みから18時間から20時間程度が経過すると、発芽した麹菌の活動により蒸し米の品温が高くなり、保温器の中に麹の甘い香りが漂ってきます。蒸し米の品温が38度から40度程度に上がってきたら、蒸し米を手でほぐし、品温を下げていきます。米の塊を一旦一粒ずつバラバラにほぐして、再度布で包み込んでください。この作業を麹の手入れ、または麹の切り返しと呼びます。麹の手入れによって蒸し米の塊がほぐれ、品温を均一にし、麹菌全体に十分な空気が行き渡り、麹菌の繁殖がより促進されます。このタイミングで麹菌の菌糸によりお米が白っぽくなっています。素早く米を一粒ずつバラバラにほぐしましょう。お米の温度が下がらないように素早く混ぜるのがポイントです。しっかりと混ぜたら元通りに布でしっかりと包みます。
麹の手入れはその後も麹の品温が38度以上になった時点で随時行っていくと良いでしょう。ステップ8、麹の手入れ2回目。1回目の麹の手入れから5、6時間が経過すると麹菌はさらに繁殖し、蒸し米の品温が再度36度から40度まで上昇します。このタイミングで再度蒸し米の塊を手で素早くほぐし、全体を攪拌します。ここでもお米の温度が下がらないように素早く手入れをしていきましょう。ステップ9、麹の手入れ3回目。2回目の手入れから数時間経過し、麹の品温が38度以上になったら再度麹の手入れをします。発酵が進んでいればお米からは栗のようなほのかな甘い香りを感じます。麹の引き込みから麹の完成までのおおよそ45時間程度の間に通常3回から4回程度の手入れを行います。発酵具合によっては4回目の手入れも行う必要があります。ステップ10、麹の完成。第3回目の手入れから7、8時間後、お米から栗のような香りが出てくれば上質な麹の出来上がりです。なお、出来上がった麹を蔵や保温器から出すことを出麹と呼びます。気温や湿度により菌の増殖具合が異なるため、出麹までにかかる時間も変わります。麹の繁殖具合を確認しましょう。麹菌の繁殖具合はハゼ回りと呼びます。ハゼ回りに問題がなければ完成です。菌糸が伸びて米同士がくっついて板状になっており、手で簡単にほぐれる程度が良い麹の目安です。麹の保存方法。出麹後は麹をできるだけ早く使用するのがおすすめです。温度が低く風通しの良いところに置いておいても、麹の塊が熱いと発酵が止まらずに麹の質が悪くなってしまうことがあります。出麹後に麹を1日から2日置く場合は、麹の塊を揉みほぐし、できるだけ薄く広げておき、涼しい場所に保管しておきましょう。冷蔵庫で保存する場合は吸湿性のある紙袋に入れておきます。冷蔵庫ではおおよそ2、3週間程度の保存が可能です。長期間使用しない場合はジップロックなどに入れて冷凍庫で保管をしておきましょう。冷凍庫ではおおよそ1から3ヶ月程度の保管が可能です。ぜひご自宅で上質な米麹作りを楽しんでみてください。なお、川島屋では米麹作りに最適なさまざまな種麹やお米を送料無料で提供しています。また、米麹作りの分かりやすいレシピも掲載しています。よろしければ一度川島屋のサイトをご覧ください。それでは米麹作りをお楽しみください。川島屋でした。